ということでございます。ということで、今日無性にね、チーズが食べたくて、僕チーズあんまり得意じゃなかったんですけど、最近好きになってきて。なので今日はね、海鮮チーズフォンデュを作っていきたいと思います。ということで、新鮮な魚介を求めて、今朝朝市に行ってきました。というわけで、朝市来たよ。チーズフォンデュっぽい魚介を探していきたいと思います。やっぱ貝とかイカは絶対いるよね。あっちにね、ホタテがあったんですよ。いいホタテがあって。お母さん、ホタテをね、はい、4枚ちょうだい。あれね、1キロの買うといいんですよ、ホタテって。氷の上とかじゃなくて、あれ水に入ってるやつ買うとね、生でも食べれる。はい、ありがとうございます。とりあえずホタテ。なかなかこの鮮度感のホタテは朝市来ないと買えないからね、スーパーじゃ買えないんですよ。アサリハマグリどうですか？スルメイカもらおうかな。はい。スルメイカの2杯のやつください。はい、はい、700円です。はい、いいですか？はい、ありがとうございます。スルメイカ購入。あとはエビかな。せっかくだから魚も欲しいな。魚も向こうにね、車エビがあった気がする。これ生きた車エビ。この鮮度感のやつを朝市に来ないとなかなか買えない。すいません、車エビを4本ください。伊勢エビ、これもやっちゃおうかな。ちょっとちっちゃいけど1300円だって。これも買おう、これも買おう。あと伊勢エビも1匹、はい、1匹ね。はい、はい、一緒です。車エビと伊勢エビ、エビ購入。はい、エビ、イカ買ったから、あと魚だな。やべえ、いいの見ちゃったよこれ。のどぐろ赤身500円。これめちゃめちゃ安いじゃん。すいません、のどぐろをください。これ安いよお母さん。ありがとうございます。とりあえずこんなもんかな、朝市で買う分は。あと足りないものはね、スーパーとか変王寺のところで買い足してやりたいと思います。それじゃあ帰宅というわけで、本日の食材がこちら。市場で買った魚介たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、出まして、本日の食材がこちら。のどぐろ、伊勢エビ、車エビ、スルメイカ、ホタテ。っていうことでね、チーズに合いそうな魚介買ってきました。のどぐろはちょっとチャレンジですね。安くないですか？ 500 円ですよ、これ。これをついつい買っちゃいました。で、今日はこちらの魚介とは別に、こういういろんなお野菜も買ってきました。アスパラとかブロッコリーとか、人参、じゃがいも。ここら辺もチーズフォンデュにしていきたいと思います。なんで今日は切るものがいっぱいあります。で、そこでね、こちら。じゃーん！ G 堺さんから包丁を提供していただきました。なので今日はこちらの G 堺さんの包丁で調理していきたいと思います。じゃあまず包丁から見ていきましょうか。まずはこの短い方ですね。これがペティだ。あ、こういうブレードにね、枠がついたシリーズですね。マジで普通にね、いつも愛用してますからね。そのシリーズのペティが出たんですね。ペティはピンク色ですね。で、これは長い方はこれなんだろう。おー、牛刀ですね。うわ、大きい。なんか前の包丁より一回り大きいですね。いいね、このぐらいのサイズ感で。ブレードの模様は緑ですね。これ持った感じすげえ軽いの。これも使いやすそうだな。相変わらずいい包丁作るね、G 堺さんは。で、このペティもすごくちっちゃくて使いやすい。本当にびっくりするぐらい軽いよ。これボールペンぐらいの軽さなんですよね。これは女性が使っても手が疲れないで長時間の料理ができると思います。で、このブレードのところに猫ちゃんの足跡マークで、これ可愛いだけじゃなくて滑り止めにもなるんですよ。滑りにくくとても握りやすいですね。いいよね。この黒いブレードと猫っていう組み合わせがいいよね。トラの肉球も黒なんですよ。そういうのも相まって痺れちゃいますね。で、今回の牛刀はこの前の牛刀より30ミリも長くなったんだって。だから人たちで切りやすいですよね。ギコしなくてもズバッと人たち。家庭用にこのぐらいのやつがあると本当に便利。で、もう一ついただいたものがあるんですよ。それがこれ。じゃーん。我が家におしゃれなものが来てしまったぞ。これね、包丁スタンドです。ズボッと。うわ、いいな。コンプリートしちゃった。で、持ち手のところに色がついてるから、わざわざこうやって確かめなくても、色さえ覚えれば、瞬時に欲しい包丁が取り出せますよね。で、この包丁スタンド、材料には、アメリカンウォールナットっていう、クルミ科の植物の木を使ってるみたいで、とても耐久性には強くて、すごい木目が美しいですよね。で、これ大量生産じゃなくて、職人さんが一つ一つ丁寧に作っておりますんで、正真正銘の高級包丁スタンドとなっております。ここにも可愛く猫ちゃんの足跡と、猫ちゃんが刻印されてるのがポイント高いよね。というわけで今日は新しくお出迎えしたこちらの2本でお料理をしていきたいと思います。じゃあまずは魚介を調理する前にチーズフォンデュのチーズの液を作っていきましょう。今日使うチーズがこちら。この薄い方がグリエール。で、こっちの厚い方がエメンタールっていうチーズですね。今日はミックスして作ってみようかと思います。で、チーズを溶かすだけだと硬いから食材に絡まないんですよね。牛乳とか白ワインで薄める必要がありますんで、そちらの工程をやっていきます。こ
これがエメンタール。特徴はね、こう穴が開いてるんですって。アニメとかに出てくるチーズみたいですよね。グリエールはちょっとね、匂いがきつい。こっちのエメンタールの方が、なんか癖が少なくて、ミルキーな香りがしますね。あ、これうまそう。そしたらこれを刻んでいきます。どうなんだろう、このね、表面のここ取った方がいいのかな、硬いところ。ここ取っちゃいましょうか。これはね、別で食べたいと思います。あ、結構硬いね。弾力はありますね。やっぱ刃渡りがあるから、押し切りも余裕があって、すごく力が入りますんで、切りやすいですね。で、こう切ったらさらに、こう切ろうか。こんな感じ。よし、これでいいでしょ。で、次こっち。グリエール。あ、こっちの方が柔らかいな。うん。はい、このように切り終わりました。そしたらお鍋に、ニンニク。で、こうニンニクは香り付けで使いますんで、あえて刻みません。で、そこに白ワイン。あのチーズの量だと、100cc ぐらいかな。こんなもん、とりあえずこんなもんで。で、これでニンニクに火を通していきます。よし、そしたら白ワインのアルコールが飛びましたら、超弱火にして、で、先ほど切ったチーズを、さあ、で、これだけだと水分が少なくてチーズ焦げやすいので、牛乳で薄めます。で、これで焦げないように何回もかき混ぜていきます。はい、こんな感じでチーズが溶けました。でもまだこの状態だと一体感がないんですよ。で、ここに一体感を出すために水溶き片栗粉でとろみをつけます。はい、とろみがつきましたので、これでチーズ液の完成。はい、そしたらまずは魚介からいきましょうか。どれからいこうかな。じゃあまずホタテからいくか。で、ホタテはね、包丁使わなくていいです。下手に包丁でやると、包丁、刃が悪くなっちゃいますんで、これ、かきむきナイフとか、あとバターナイフとか、ステーキナイフとか、あとこういうもんじゃ焼きの、これヘラ。こういうのでやるとやりやすい。で、外し方は、平らの方と、ふっくらしてる方あります。まずはこの平らの方の貝柱を外していきます。で、この横に隙間がありますんで、この隙間から器具を入れて、でこう、テコの原理でね、こうで浮かします。で、浮かしたところを、さっさっさと、貝柱を外すと。はい、こんな感じ。ほら。プリプリ。いいホタテだな、これ。で、こうやって油断して開いてるやつ。こういうやつはもうこのまま行きましょう。もう一発で。はい、こんな感じ。で、貝紐の裏をこう通してください。貝紐の裏を必ず通して貝柱を切ると。これバター焼きしたら最高だろうな。ホタテもっと買ってこいよかったな、これ。こんなものよかったんだ。で、いいホタテは、色がくすんでなくて、貝紐がすごく開いてますよね。で、エラも綺麗ですよね。こういうのが鮮度のいいホタテ。で、今日は貝柱だけじゃなくて、紐とか、こういう肝も全部一緒に食べたいので、この鱗ですね。この黒いところ。ここだけ取ります。ここも食べれるんですけど、当たるときはだいたいこういうところで当たるんで、あんま食べない方がいいと思います。そしたらこっち側の貝柱も外していきます。紐の裏を通して、こんな感じ。でかいな。これも一緒ですね。V の字カットの裏外し。で、貝紐裏通して。よいしょ。刺身で食べる場合は、この状態で紐をこうやって引っ張っちゃって、貝柱だけにします。こういう風ね。こういう風にしたら、こう外して、これにちょっと醤油をつけて、レベチですね、レベチ。経験したことありますか？貝柱を噛んで、ほぐれた後にまだ動いてる貝柱。うまいんだな。というわけで、ひとまずホタテの仕込みの完成。はい、次。伊勢海老。伊勢海老は、胴体と身をグリーンと外します。はい、これで終わり。これね、これでとりあえず終わりです。頭はお味噌汁かなんかにしましょうね。で、車エビ。こちらも、とりあえず、生の状態での仕込みはありません。次こちら。スルメイカ。スルメイカは、つぼ抜きにしていきましょうか。ゲソと内臓を外します。上のここがくっついてますんで、ここに指を入れて、パカッと外します。で、引っ張ると。そしたら、この中に、まだ骨が入ってますんで、骨みたいな、プラスチックみたいなやつが入ってます。これを外します。ピッと。で、もっと奥にイカのエラが残ってます。ぐっと。
これですね。この白いやつ。これも取った方がいいですね。こんな感じ。ちょっと指が長くないとね、奥まで取れないかもしれない。そういう場合はね、割り箸かなんかでこう、ねじれば取れますんでね。で、ゲソですね。ここから落とすんじゃなくて、僕はここから落とします。ここ軟骨なんですよ。軟骨美味しいのでね、こう軟骨を残して、ちょっと残った肝は指ですくって取ります。そしたら、目玉ですね。目玉は、こう、くり抜きます。あんまり強くやるとこうやって目玉が潰れて汁が飛んじゃうんですよね。これ白い服とかにつくとなかなか取れないんで気をつけてください。で、これです。で、くちばしですね。くちばしも外すと。で、この段階で綺麗に洗っちゃいましょう。イカの中も、イカの表面も。で、ゲソもしっかり洗っていきます。はい、綺麗に洗いました。で、ゲソのボツボツに、くちばしみたいな硬い輪っぱがついてますんで、そういうのを取っちゃいましょう。で、ゲソの先端、ここもね、取る人もいるんですけど、食べることできますんで、僕はつけておきます。乾燥のスルメイカとかでも、軟骨と、この先っちょのここがうまくないですか？これが共感できる人は酒飲み確定だね。で、輪っぱが取れたら、これを食べやすいサイズに切っちゃいます。ゲソは4等分ぐらいかな。よー切れるなー、ほんでこれ。で、この包丁のシリーズは、あんまり硬いものは向いてません。かぼちゃとか、あと伊勢海老をゴリゴリにさばくみたいな、そういう感じの包丁じゃなくて、こうやって家庭でよくさばくイカとか、あと今からさばく、こういうノドグロとか、このぐらいのサイズ感の魚をさばくときに、ものすごく力を発揮する包丁ですね。刃の入り方見てもらえばね、わかると思いますよ。置きました。もう全然力入ってないですよ。これで切れますからね。置いた。ほら。恐ろしい切れ味なんだけど。こんな包丁見たことありますこれ。ふいみたいな。そしたらとりあえずこちらの具材は蒸してシーフードミックスみたいな感じにしたいと思います。お鍋に日本酒。お水じゃなくて日本酒で酒蒸しみたいな感じでいきたいと思います。で、蒸し器をセット。で、ホタテ。伊勢エビ。車エビ。ほんで、スルメイカと。で、蓋をして、しっかり蒸し上げていきます。はい、そしたら次はこちら。のどぐろいきましょうか。で、のどぐろって身がとても柔らかいんで、焼いてからチーズにつけたりすることはできないと思うんですよ。なので、鮮度もいいので、生のままチーズの海にくぐらせて、ハフッとこう食べたいと思います。なので、とりあえず皮付きのお刺身にしていきましょう。うまいのかな？で、のどぐろはとても鱗が取りやすいお魚です。鱗かきとか使わなくても、包丁で鱗が簡単に取れます。もう簡単にこう取れちゃいますんでね。で、鱗取るときにこの尻尾の裏とか尻尾の上、で、このお腹のところですね。あと、カマの下とか、こういうところを見逃しがちなので、こういうところを重点的にやりましょう。背中ライン、お腹ライン、しっかり取ってください。はい、そしたら、鱗が取れましたら、こっちをチーズフォンデュにしようか。こっちは僕の晩酌用で煮付け用にしたいと思います。刺身は、まず頭を落とします。ヒレから斜めに入れて、背骨がここにあるんで、背骨を断ち切ると。で、頭が落ちました。そしたらお腹を割って、血綿をカリカリして、一度これをきれいに洗います。はい、この状態になりましたら、3枚におろしていきます。頭が取れるととっても小さくなりますよね。丁寧におろせば、このぐらいの大きさでも、たくさんお刺身取れますんでね。じゃあ、ちっちゃい魚には、ちっちゃい包丁ということで、ペティナイフでさばいてみましょうか。まずは、お腹から1本。わあ、本当にめちゃくちゃ軽いんですよ。もう切れ味は言うことなしで抜群ですね。ほら。これめっちゃさばきやすいわ。はい、おろせました。そしたら腹骨をすきます。腹骨もあんまり引きすぎないで。できるだけ骨1枚切るイメージですね。ここ腕の見せ所ですよ。薄く1枚。そしたらのどぐろはここに中骨が入ってます。で、本来は抜くんですけど、このぐらいのサイズだとぶっちゃけ抜かなくても気にならないかなと思います。なので、こっから斜めに1本包丁入れて、骨を断ち切ります。これでいいと思います。こんな感じ。これでのどぐろの3枚おろしの完成。ちょっと皮だけ軽く炙りますか。でこの1枚だと大きいと思うんで、半分に切っちゃいましょう。そしたら軽く炙り。500円ののどぐろとは思えない油の量ですよね。はい、これでのどぐろの仕込みの完成。はい、そんなこんなでこちらもいい具合になったと思います。開けていきましょう。オープン。めちゃ
くちゃうまそう。このイカの感じとかたまらないね。よし、そしたら、エビの殻を剥きましょう。生の状態でエビの殻剥いて、ボイルしちゃうと、エビの水分がね、抜けちゃって、スカスカになっちゃいますんで、殻付きのままこうやって蒸したりして、で、剥いた方がうまいと思います。うまそう。エビも新鮮で、おいしい。やべえ、4匹しかいねえのに、つまみ食いは絶対いかんと思うけど、やっぱ茹でたてうめえわ。で、次は、伊勢エビ。で、伊勢エビは真っ二つにしちゃいましょうか。で、殻を外すと。贅沢だぜ。お前は今からチーズの海に溺れるんだぞ。で、ホタテさん。で、ここに、イカちゃん、ゲソも置くと。はい、これで超豪華海鮮ミックスの出来上がり。そしたら次はお野菜ですね。このぐらいのサイズ感のじゃがいもを下茹で。で、人参ですね。人参も切って、で、半分にして、で、さらに半分にして、で、麺取りですね。こういう風に取ります。で、麺を取るときに、ちょっとこの縁を多めに取る。ここ大きめに取って、ここ細くして、で、ここを太くすると。こうすると可愛いですよね。ペティはこういう使い方もできるからいいですよね。こう野菜にちょっとした小細工が施せますよね。これも一緒に茹でちゃいましょう。ブロッコリーも洗っていきます。ブロッコリーはこう洗っても水弾いちゃうんで、この裏っ側から洗うのが正解みたいですね。で、ブロッコリーの関節を落として、バラバラにしていくと。まあ3個、4個ぐらいでいいか、今日は。こんなもんでいいでしょ。ブロッコリーはブロッコリーで別で下茹でしていきます。で、次にチーズフォンデュには欠かせないバケット。この切りにくいバケットも、G 堺さんの包丁だったら、もう力入れずにスパッと。もうギーコしないです、これは。もう完全に一立ちですね。サクッと。で、これじゃ大きいので、半分ぐらいに切っちゃいましょうか。こんなもんでいいでしょう。で、これをトースターでカリッと焼いたら、バケットの仕込みの完成。で、まだまだありますよ。ベーコンですね。これはうまいでしょう。厚切りベーコンを厚切りで。薄くは切らない。で、お弁当の人気者、赤いウインナー。これも焼いてチーズフォンデュにしていきたいと思います。とりあえずこれで食材の仕込みが完成。あとは向こうで仕上げていきたいと思います。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。で、チーズが分離してきちゃいましたんで、器をお引っ越ししました。今日はホットプレートで具材に焦げ目をつけて、で、チーズにたっぷりつけて食べたいと思います。うわ、今日はこれごちそうだな。まずは電源を入れます。よし。しばし待ちましょうか。そしたらチーズもいい感じにトロットロになりました。この感じ、この感じ。そしたら焼いていきましょうか。ホタテ、伊勢エビ、車エビ、ベーコン、ウインナー、で、お野菜。よし。もう一回蒸して火は通ってますんで、軽くこうやって焦げ目がつくぐらいで OK ですね。うわ、ベーコン超うまそう。そしたらまずはこちら、この大ぶりなホタテをいきましょうか。チーズの海にたっぷりつけて、うわ、これ熱いだろうな。こちらいただきます。うめえ、合うな。ホタテ大正解。やっぱ池ホタテだから全くえぐみがなくてうまい。チーズもうまいね。うまい。次は肉いこうか。こちらの厚切りベーコン、これをドバーッとしっかりチーズに絡ませていただきます。これはうまいと思うわ。もうここでわかるもん。うわうまいわ。あー、やばい。やばすぎる。ベーコン神がかってますね。もう今日はフライングで
いただきます。思わず何も言わずついちゃった。で、銀色のやつ。フライング銀色。いただきます。合わんわけないよね。ホットプレートでやるっていうのがまた楽しいわ。じゃあ次。車エビ。エビとチーズ。うわちょっと引いちゃうぐらいうまいと。同じエビでも伊勢エビくん、君はどうなんだい？チーズの海に溺れて、うわー、うめえ、うまっ。そりゃ伊勢エビここくぐらしたらうまいわな。で次これイカ。チーズとイカの相性がね、いいんですよ。チーズイカリング。美味しいね。お野菜もちゃんと食べましょう。アスパラガス。うまい。でここら辺でもう一回ベーコンいきたいな。ベーコンとチーズの相性とんでもない。あ、うまい。ありがとう。うまいな。うわ、うまっ。あ、忘れとった。これのどぐろ忘れてましたね。ちょっと表面焼くか。のどぐろがチーズに入った瞬間です。なかなかこんな光景はないんじゃない？いただきます。うまいわ。正直あんま合わないかなと思ったんですよ。チーズとのどぐろが合う。幸せ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は朝市で買った新鮮な魚介を使ってチーズフォンデュ作ってみましたけども、うまかったなぁ。あのチーズの中にコンソメの粉末ちょこっと入れても美味しいと思います。で、今回提供していただいた G 堺さんの牛刀とペティ、相変わらず使いやすくていい包丁です。で、今回この包丁スタンド、超スタイリッシュでおしゃれですよね。G 堺さんありがとう。で、今回も前回と同様、G 堺さんの公式サイトで税抜き5000円以上をお買い物していただいたお客様の中から抽選で5名様に砥石付きのまな板プレゼントということでございます。で、このまな板ね、こうやって滑り止めがついてるのと、で、こうやって切ってて切れ味がちょっと悪くなってきたなと思ったら、ここにね、砥石がついてますんで、ちょっと洗剤を垂らしてシュッシュッシュッってやると包丁の切れ味が回復します。このまな板おすすめです。で、さらに前回同様、Twitter で僕と G 堺さんのアカウントをフォローと G 堺さんのプレゼント企画のツイートをリツイートで5名様プレゼントと Twitter の方でもチャンスがあります。で、このまな板専用のケースがあるんですよ。これに前回同様僕のサインも書かせてもらいたいと思います。ほんでね、押し入れからめっちゃ昔に作った2、3年ぐらい前に作ったやつかな。僕のこれ名刺も出てきたんで、これも1枚つけたいと思います。これ世の中に持ってる人そんないないと思いますんでね。こちらでセット内容はこんな感じですね。こういうセット内容10枚丁寧に書かせていただきましたので、こちらのキャンペーンの方もぜひぜひチェックしてみてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。